はい。この動画は、香港島から、ウェットランドパークに行く、今回、2024年5月バスで行ったんですけど、すごく快適だったんで動画にしました。5月頃の終わり頃ってすごい香港って雨が多くてですね、本当はタップムンとかっていう島に一回行ってみたいと思ってたんで、そこに行く予定を組んでたんですけど、ちょっとやっぱりあまりにも雨が多いんで、そうですね、初日はポートイっていう島に行って、雨には多少降られたんですけど、それなりに楽しくて、今年はそうですね、アジサシとか見たかったんで、島に2つの島に行く予定で香港行ったんですけど、もうちょっとあんまり雨に降られても楽しくないので、違うとこ行こうっていう風に考えて、前にも行ったウェットランドパークなんですけど、ここって観察小屋があるので、そこまではもちろん濡れるし降られるし、傘はさしていくんですけど、小1時間とか観察小屋でのんびり見れたりとか、ゆっくり雨の日どういう感じなのかなとかっていう、野鳥観察って雨の日は雨の日のその雨の日しか見えない風景もあるし、その自然にもちろん雨は辛かったり多少辛い時もありますけど、それはそれで来てよかったなっていうことも結構あるので、雨でも頑張って出かけるといいことあります。そんなんで、まずはウェットランドパークはどこにあるのかということで、香港があったら、香港の、皆さん観光で行く半島とか島ではなくて、それよりもずっと空港よりのもっと新鮮よりというかとこにあります。ここですね。でアクセスなんですけども、電車で行くんでしたら、そうですね、これトンムンラインっていうんですかね、MTR の、路線図ですと、ちょっとエンジ色みたいな、皆さんというか多くの観光で行く人はだいたいこの何ですか、ツインワンラインっていう、セントラルからツインワンに行ってる電車か、あとアイランドラインですね、ケネディタウンからノースポイントを抜けて島を走ってる、これによく乗るんじゃないかなと思いますね。特に赤いラインは一番誰も地下鉄に乗る意味ではっていうか一番使うと思うんですよね。でもその赤いラインで途中で乗り換えて、このエンジ色のラインで天水湾ですかねっていうところで降りると、この辺りって、その要はこの矢印の辺りですけど、ライトレールっていう路面電車が走ってて、それに乗ってウェットランドパークまで行くんですけど、それだと結構乗り換えも多いし、電車ってなかなか座りづらいので、そういうことも含めて、思い立ったら香港島からバスで行ってみたらよかったっていう感じですね。で乗るべきバスは、この967っていうバスに乗るんですけど、それが来なかったら 967X とか 969A とかっていうバスでも行けますんで、でも967に乗るのが一番おすすめですね。香港島からこのバスで行くので何がいいかというと、香港島最後のバス停を出たら西トンネル、香港島から半島にトンネルって3つあるんですけど、西トンネルっていうところを入っていって、もうずっと高速みたいなところですね、ずっと通って基本、えーっとずっと高速要はノンストップで行って、もう途中の
この丸のところまでは止まらないので、丸のとこ止まっても1回で、あとはもうほとんどウェットランドパーク付近になってからちょこちょこ止まり出すっていうバスなんですよ。なので1回乗っちゃうともうほとんど快適で、直行バスみたいな雰囲気ですね。バス停はですね、このバス、アドミラリティから出てるんですけど、始発は。で最後はどこだっけな、ちょっと分かんないですけど、その上の方まで行くっていう流れなんですけど、そんな混んでないですけど、香港に来たらやっぱり2階建てバスの前に乗りたいっていう人はアドミラリティから乗って、列が長かったら1本待つぐらいな感じ、ちょっと余裕持って行って乗るっていう、そういう楽しみ方もあるかなと思いますけど、私はおすすめとしまして、私が乗ったのはこの駅名、バス停名でいうとクイーンストリートコンノートロードウェストっていうところですね。ここ何がいいかというと、ここ香港島で最後に止まるバス停なんですよ。だからここ乗っちゃう、ここからもう西トンネル入っちゃうとしばらく全然止まらないので、基本渋滞もないですし、ここから乗っていくのがありかなと。途中2箇所ぐらい止まるとこあるんですけど、そのアドミラリティ出て、その辺は自分が止まってるとこの兼ね合いで Google マップとか見てもらえれば、967番のバス停を探し、止まるバス停を探すってもらえるといいかなと思うんですよね。バス停の探し方はちょっと後で説明しますけど、で、降りるところはこの矢印ついてるところですね。途中で1回止まった後にまたしばらく走って、止まり出したところの123、4つ目ぐらいで降りる、もしくは5つ目ですね。これどっちも同じぐらいの距離なんですよ。降りてバスが移動する時間も含めたら、4つ目ぐらいで、僕はこの4つ目で降りたんですけど、そんな感じで着きます。あとはさっき言った167番以外も大体似たような、ちょっと出発点とか出発っていうか始発の場所が違ったりはするんですけど、そうですね、最後に香港島のバス停は全部一緒なので、そこで待ってれば大体来るので、これに乗っていく 196X ですね。あとは 196A、これも同じような感じで、ちょっと出発の場所は違うくて、あと最後降りるとこもちょっと違ったりするんですけど、167X と 169A はちょっと最後ちょっと1個だけバス停が、 169A は逆側からウェットランドパークの方に来るんで、バス停が道の向こう側っていうか逆にウェットランドパーク側に止まるので、いいかなと思います。こういうところ年中行ってる場合じゃないので、違うバスに乗って、要は景色が見える景色がちょっと違ったりするんで、それはそれで、香港ってこんな深センに近い上の方でもすごい高層ビルのマンションというか住宅がいっぱいあって、観光で日本人が来ることはほとんどないような場所なんですけど、すごい子供たちがたくさんいて学校がいっぱいあってみたいな、すごいそういう地域ですね。そんなイメージを受けました。それを見るだけでも僕は結構楽しいかなと思います。あとバスのサイトですね。シティバスのサイトで今回の196番っていう番号を入れてもらって、そうするとどっちが初かっていう選ぶのが出てくるので、宛先の方はチンスイワイっていう方を選
ティンヤンエステートとかティンスイワイの方を選んでもらうと、こういうふうにバスの経路が出てくるので、白いポチポチが止まるバス停なんで、それを拡大していって自分のホテルの近くにバス停がないかっていうのは確認できると思います。あとはですね、便利なのはバスアプリですね。バスアプリ。そうですね、これは入れといた方がいいと思います。バス停で待ってる時に一応なんか Google とか Google マップとかであると何分何時にバス来ますみたいな時間が出てきたりはするんですけど、それはあくまでも予定の時間が出るだけで、このアプリを見るとあと何分後にバス来ますよっていうのが、見れるんで、ちょっとそれの細かい映像は今回撮ってないでなかなか皆さん分かるような説明はできないんですけど、次回ちょっとバスのアプリ使った画像を撮っといて説明できるようにしておきたいと思います。そんな感じですね。香港行ったら結構バス使ってみるのはいいと思います。もちろん街中動くのは電車 MTR ですねが便利だったりとか、トラムが便利だったりとか、タクシーが良かったりとか、でもタクシーの値段はもうほとんど日本と円安ですね。日本とあんまり変わんないですね。円高になったら多少は違うのかも。昔はなんかタクシーが安いから割り勘で乗っちゃうとみたいなところがあったんですけど、僕は基本的に一人で動くので、タクシーは、スーツケース持ってホテルからエアポートエクスプレスの駅に行く時とか、なんか限ったところでしかもうタクシーは乗らなくなりましたね。はい、どうしてもこの時間帯は電車が動いてないとか、あとウェットランドパークですけど、今回は僕の好きなセイタカシ可愛いんですよね。なんかピヨピヨって感じで、ピヨピヨって鳴き声もちょっと可愛くて、雨の中で佇んでる姿をずっと見ているのも飽きないですし、野鳥観察を始めて、昔はこう珍しいものを見たいとかこれが見たいとかってあったんですけど、今はなんかこう例えば好きな鳥がいると、なんかこうその動きとか表情とか写真撮ったりとかで、結構一個の個体っていうかを見てるだけでも楽しいというか、今回、動画に収めてきたのは、アカガシラサギと、まあセイタカシギなんですけど、ここの間はツバメとかがいっぱい飛んでたりとか、途中カオグロガビチョウがいたりとか、いろいろ、もちろんコーラウンとか白頭はいるんですけど、なんですか、ただいつもほど、時期的なもんですかね。よく、冬場来るとすごいカモとかいっぱいいたりとか、あとはクロツラヘラサギとかもいるんですけど、今の時期っていうか5月の時期はこの時期はいなかったですね。でもすごいいい雰囲気なんですよ。あとここにはそうですね、冬の間来るとセイタカソリハシシギですかね、アオセットも結構いますね。本当にあとはキングフィッシャー系もちょこちょこ出てくるところなんで、雨の日行くところない。雨の日じゃもちろん晴れの日は素晴らしいんで、あとは建物があってレストランみたいな、美味しいっていうかどうかは別としてあるので、そのちょっと休憩しながら単調っていうか観察するのには結構いい場所だと思うんですよ。本当に行くとこないな、雨降って厳しいなっていう、単調に来て、そういう時間があったら、そういう日があったらですね、ウェットランドパーク行くっていうのをオプションに入れとくのはいいんじゃないかなと思います。以上。このチャンネルは野鳥観察・撮影に関する情報を6分7分の短いスライドを中心に紹介しております。参考になったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。